通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカにありますレゴの中古チェーン店からの話題になります。今回ですね、北米最大級のレゴの中古チェーン店が過去にお客さんから預かった非常に高額とされているスターウォーズのレゴシリーズを盗んだのではないかとして大炎上してるんですね。もう本当にね、文字通りの大炎上です。もうアメリカを中心としたネットはね、現在この話題で持ちきりなんですが、でもとんでもない大きなニュースになってるんですね。で、その話題の一端を担っているのが一人の YouTuber で、この中古チェーン店に嫁ることになっていくんですが、ここからですね、もうその辺の映画を超えるような、とんでもない話になっていくんですね。現在、この YouTube シリーズ、もう2026年の最高の動画になるだろうと、ここまで言われるほどとなっておりまして、ぜひね、日本の皆さんにも知っておいていただきたい。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、2026年、半年が過ぎようとしておりますが、ここに来てですね、とんでもないニュースが出てきましたね。現在、アメリカを中心とした SNS、この話題で持ちきりです。本当にすごいことになっています。北米最大級と言われております、レゴの中古チェーン店。これね、こちら見えております、ブリックス&メネフェッツっていうんですが、ここにね、とある男性のお客さんが、スターウォーズのですね、非常に高価な大量のレゴを預けるんですね。つまり委託販売ですよ。すると、その後ですね、これを預かったこの店舗、それをパクったのではないかと言われているんです。で、現在ですね、一人の YouTuber がこの件についてとっつりまして、ここからですね、この界隈の警察の腐敗まで暴いていくことになると。これね、映画化されるんじゃないかなって話も出ておりますが、もうほんとね、映画さながら、もしくはそれを超える話になっています。20万ドル相当のスターウォーズレゴコレクションをめぐる紛争が訴訟とネットで拡散した調査騒動を引き起こす。20万ドル以上の価値があるとされる巨大なスターウォーズレゴコレクションをめぐる紛争が訴訟や警察の捜査、そしてオレゴン州のブリックス&メネフェックスの加盟店を追及するバイラル化した YouTube シリーズへと発展した。この騒動の中心にいるのはブライアン・マンセルとその父親で、彼らのコレクションは2023年後半にオレゴン州セーラムカイザーのブリックス&メネフィックスの店舗へ委託販売として預けられた。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、まずね、先ほどから何度も出ておりますブリックス&ミニフィグスという北米最大級のレゴの中古チェーン店ですね。だから日本でいうところのブックオフだと思ってください。で、今回の騒動ね、もうすでに独立したウィキがね、できているんですが、ここにね、一応店舗の説明があります。ブリックス&メネフェックス、ここね、バムとあります。ちょっとこれ後ほどご説明しますね。は、2009年に設立されたアメリカの小売フランチャイズ企業で、新品及び中古のレゴ製品の買取、販売、交換を専門としている。アメリカとカナダに300店舗以上のフランチャイズ店舗を展開しており、主に独立したオーナーが運営する加盟店方式で事業を行っている。ということでね、一応ね、新品も扱っているということですが、基本的には中古の買い取り、販売、ここをメインにしているようですね。で、ここですね、ブリックス&メネフェックスの後ろに、バムとありますね。これはね、このブリックス&メネフェックスっていうのが、店舗の名前なんですね。で、これを運営しているのが、バムフランチャイジングという会社なんです。なので、様々な記事でね、このブリックス&メネフェックスとバムっていう表記が出てきます。これは、店舗名と会社名のことなんですが、どちらも、結局のところ同じことを言ってるというわけですね。で、先ほどね、もう一人登場人物出てきました。ブライアン・マンセルと彼の父親。これが今回の被害者です。このね、ブライアン・マンセルさんの83歳の父親が、孫たちの大学資金のために何十年もかけて集めた大切なね、スターウォーズのレゴコレクション。この販売を委託したのが、今回のブリックス&メネフェックスだったわけですね。このお父さんね、病気を患ってるなんて話もありまして、かなりね、体調良くないようなんですが、今回ね、こういった騒動に巻き込まれてしまったと。で、その時のオーナーがね、こちらの女性なんですが、この店舗をね、夫と一緒に共同経営していました。これがゴーマン夫妻ですね。で、この方はね、もう本当にレゴ好きで、温かい店舗運営を心がけていたようですね。なんですが、この後ですね、この夫妻、とある事情から海外へ移住しないといけなくなってしまいました。で、これを本社に相談するんですね。そして会社側はですね、この店舗を引き継ぐ人物というのを見つけてきます。なんですが、この引き継ぎというのはですね、非常に雑なものとなっておりまして、実際ね、次のオーナーというのが店にやってきて、このゴーマンさんも本当にね、早々に追い出されてしまうんですね。で、実際ね、自分は非常に高価なレゴも預かっているし、このあたりの不安というのを次のオーナーにもちゃんと伝えるという場面が防犯カメラで残されているんですが、もう分かったと、もうその辺全部引き受けるから、こんな感じで店舗を追い出されてしまうんですね。すると、次のオーナーが非常にクセ者でした。
共同経営者として2人存在するんですが、この2人の男が、俺たちはそんなスターウォーズのコレクションなんか知らんと、このように言いまして、もともとはね、これ委託販売ですから、全てを売却してるわけじゃないんですね。店舗に預けてるだけなんです。で、売れれば、その売り上げをね、決まった割合で分けると。こういった契約で、売れなければ全て返却する。こういった内容になっていたんですが、そんなの知らねえよって言い出したんですよ。で、それを見かねたね、YouTuber らが、次々と立ち上がりまして、このブレイクサムベネフィクスの悪行をね、暴いていこうとするんですが、これ、次々と失敗し、これらの YouTuber、続々と撤退していくんですね。つまり、相手がでかすぎて、手に負えないんですよ。そのくらい大きい企業なんです、相手がね。そこで立ち上がったのが、こちら、レックレス・ベンでした。この彼はね、ベンジャミン・ポール・シュナイダーという名前で、そのベンですね。これ直訳すると、無鉄砲なベンと、このようになってるんですが、もう本当にね、彼、無鉄砲なんですね。今回もね、それらが丸出しのシリーズとなっているんですが、本当にね、怖いもの知らずと言いますか、仲間数名とですね、このブレイクサムベネフィクスに挑んでいくことになるわけです。ということで、これがこの騒動が始まるまでの大まかな流れとなっています。動画シリーズを通して、ベンはコレクションが不当に返還されていないとの主張があるにもかかわらず、警察がこの問題を民事上の紛争として扱い続けていると繰り返し訴えた。また彼は警察官と複数回の対立、不法侵入に対する警告、捜索、逮捕、さらにこの紛争に関連する訴訟の法的書類を送達しようとした試みなども動画内で記録している。ということでね、この無鉄砲なベンジャミン、本当に無鉄砲でして、ぜひね、この動画シリーズ、パート1と2、ここはね、もうぜひご覧になってください。この動画を見た後だったら、ある程度ね、ちょっと英語がわからなくても、内容を把握できると思うので、日本語のキャプション入れながらね、ぜひご覧になってみてください。ほんとね、今年最高峰の YouTube 動画と、そんなこともね、言われておりますので、彼はね、ありとあらゆる手を使って、スターウォーズのコレクションの返却を求めていくんですね。彼の目的はここだけです、基本的に。なんですが、すでにね、オーナー変わってます。店長も変わってます。全く相手にされないんですね。で、お店に出向くたびに警察を呼ばれまして、不法侵入になるとして追い出されてしまうわけですよ。でね、もう本当にすごいなと思ったのは、このね、新オーナーの下で働いているバイトがいるんですね。で、彼らと仲良くなって、寝返らせていくんですよ。すごい話でしょ。もうそこまでやってるんですね。で、店舗がね、自分たちのことをどう言ってるかとか、あとオーナーの連絡先、こういうのを聞き出していくんですね。でね、本当に苦労してオーナーの連絡先突き止めました。で、実際連絡するでしょ。なんですが、このオーナーですね、やはり非常にクセ者でして、まずね、口が悪いんですよ。もう本当にね、バカだの、アホだの並べ立てまして、このベンジャミンを罵倒すると。もうこの時点でもね、結構やばいんですが、もう取り付く島もないという状況になります。で、その後ね、本社にも出向きまして、直接 CEO とも対峙するんですね。なんですが、この CEO もね、もうそんなことは何も知らないの一点張り。もうね、ここまで言われてるんだから、せめて、一回ね、店舗に全て在庫調べさせて、連絡しますぐらいのこと言えばいいでしょ。もう鼻からそんなのやる気ないんですね。我々は何も悪いことしていない。あなたが言っているような事実は存在しない。もうここから一歩も引かないわけですよ。で、このようにしてですね、このベンジャミン、警察に目をつけられていくんですが、ここからが今回の内容の本題ですね。この警察がですね、もう明らかにおかしな行動をとっていくことになります。このね、YouTuber のベンジャミンというのは、被害者のために動いてるんですよ。つまり、店舗に高額なレゴのコレクションを盗まれてしまったと。こういった被害を訴えているんですね。にもかかわらず、この警察、店舗のオーナー側の言うことしか聞きません。で、このオーナーね、先ほども言った通り、明らかにちょっとね、その行動というのがどうかしておりまして、例えばね、このベンジャミンが車に薬を持っているとか、逆にね、このベンジャミンにレゴを盗まれた。そんな虚偽の報告をするんですよ、警察に。なんだけど、警察というのはそちらを全く疑うことなく、不法侵入すらしていないベンジャミンの車を止め、その車を操作し、挙句の果てにはですね、ライフル構えて、大量の警察官を導入してですよ、家宅捜査を始めるんです。そして、このベンジャミンを逮捕するんですね。で、この時の模様とかも残されているんですが、かなり手荒に扱われまして、このベンジャミンね、肩脱臼してます。このようにして、少なくともこの動画を見る限り、オーナー側はね、この YouTuber にハラスメントをされているとは言っているものの、明らかに、このベンジャミンへの警察のハラスメントが始まっていくと、こういった内容なんですよ。これすごい話でしょ。だって全部虚偽の報告でしょ。これがまかり通るのであれば、嫌な奴を逮捕させたい放題じゃないですか。警察に電話してね、あいつにレゴ盗まれたんだよねって言ったら、警察がライフル構えて、何十人と突入していく。めちゃくちゃでしょ。で、薬もレゴもないのに逮捕されるんですよ。この警察は、このオーナーがね、逮捕しろと言うと、逮捕しに行くんですよ。そこで、この警察とのつながりというのを調べていくと、このオーナーと警察、とある宗教でつながっているというのが発覚していくんですね。
すごい話になったでしょ。で、ちょっとね、ここではその名前言いません。誰でも知ってる非常に有名な宗教です。で、このオーナーらがここに多額の寄付をしたのではないかと言われているわけですね。で、後にね、この警察というのはボディカメラの映像というのが公開されるんですが、ここの音声の内容も編集されていたことが明らかになっていきます。なんですが、このね、レックレスベン、伊達にね、無鉄砲なんて言ってませんよ。その後もですね、もう様々な手を尽くしまして、このブレックサンベネフィクスを追い詰めていき、このようになりました。20万ドル相当のスターウォーズレゴをめぐる騒動が拡散した後、レゴ再販チェーンが permanently 閉店へ。ということでこちらですね、permanently とあります。こちらが本日のキーワードになります。permanently。こちらね、以前も勉強したと思いますが、再度見ていきましょう。いつまでも、そして永遠に。ということでこちらね、permanently というのは永久にという意味になります。で、これはね、もう皆さん日本語でもよく使ってると思います。パーマネント。あれです。パーマというのは、非常にね、長い期間、ウェーブが継続する。そういったニュアンスですよね。さすがにね、永久ではありませんが、長い期間あれを維持する。そういったニュアンスです。で、このね、頭についております、パーってあるでしょ？これね、ラテン語由来となっておりまして、完全にとか、何々を通して、ずっととかね、こういった意味を持っています。だからパーフェクトのパーも、これ同じパーですよ。パーフェクトのパーは完全。フェクトが作るですね。完全に作るでパーフェクト。あとね、許可のことをパーミッションって言いますが、パーも同じですね。この場合は、通すっていうニュアンス。つまり許可するってことですね。なので、この頭にパーがついている英語を見たときは、何々を通してとか、ずっと、完全に。こういったニュアンスで繋がっているというのを思い出すといいかもしれませんね。ということで、こちらは、20万ドル相当のスターウォーズレゴをめぐる騒動が拡散した後、レゴ再販チェーンが永久閉店へ。この店舗は当初、オンライン上での誹謗中傷キャンペーンによって一時的な閉店を余儀なくされ、その後経営陣が永久閉店を決定したということでですね、なんとこちらの店舗、実際にね、ベンたちが裁判所を通してね、本当に訴えていくわけですが、この店舗永久に閉店してしまいました。で、この店舗の閉店を受けましてですね、さらにこの問題大きく拡散されることになりまして、この店舗の本体100名の記事を出すことになりました。でね、ここに書かれておりますが、はっきり申し上げます。ブレックサンベネフィクスはいかなる人物の搾取も容認、黙認、関与しません。そしてね、ここが面白くて、特に高齢者や地域社会の弱い立場にある人々に対してはなおさらです。つまりね、この被害者とされる人物が80歳を超える高齢者だったため、高齢者に対してそんなことをするなんて絶対ありませんよ。こういった釈明をしているんですね。で、この下ね、長々と続くんですが、基本的に我々は潔白ですと。こういった話になっているんですね。それどころかですね、ここでね、言っているんですが、我々はレゴの買い取り、そしてそれを販売。これをやっているお店であって、委託販売というのはそもそもやってないんだと。そんなのは許してませんと言ってるんですね。禁止してますと。つまりこれは前のオーナーが勝手にやったことであって、自分たちだってそんなの知らなかった被害者なんですと。こういったポジションを取ろうとしているというわけですね。するとね、責任を押し付けられてしまった前オーナー黙ってませんよ。こちらにね、言ってるんですが、この下にね、こちら、フランチャイズの契約書というのがね、提出されておりまして、ここにありますが、実際書かれています。委託販売、OK って言ってるんですね。できますよと。このようにですね、双方の主張、現在ね、真っ向から対立している。こういった状況になっています。そしてその後ね、こちらにありますが、ブレックサンベネフィクス、20万ドル相当のスターウォーズレゴをめぐるバイラル化した調査動画を受け、ベンジャミンを提訴。ということで、この店舗ですね、ベンを訴えることになりました。で、現在ですね、こちら、ブレックサンベネフィクスの CEO ですね、様々なね、ポッドキャストや YouTube の動画に出演しておりまして、これについてね、釈明しているんですが、例えばね、ここではそのコレクションのね、リスト、スプレッドシート、我々はね、それを見せてもらってないんだと。このようなことを言ってるんですが、もうこの場でね、自分の会社が、このスターウォーズのコレクションのリストを作っているというのが、バレてしまったり、もうとにかく喋れば喋るほどボロが出るというような状態で、もうネットがね、完全に敵に回ってしまっていると。この会社に対してね、そういった状態になっています。で、警察の腐敗というのもね、本当にひどいと言われておりまして、こちらになりますけどね、これはとんでもない汚職だ。警察がボディカメラの映像50ギガ分を誤って公開してしまった。しかし削除した時には時すでに遅く、ネット上ではそのデータが保存されていた。公開された映像の中では、ジョシュア・ジョンソンが、これ店舗の、つまり前のオーナーを追い出した新オーナーですね。ジョシュア・ジョンソンが裁判所の書類を見せてほしいと求めるが、警察官はそれを見せると正式な送達行為になってしまうと拒否。自分が困った立場になると説明している。つまり警察はもう全面的にこのオーナーの味方なんですね。もうサポートしてるんですよ。で、このね、ブレックサンベネフィクス、様々なところにね、手を回していると言われておりまして、こちらですね。ペトリオンの CEO であるジャック・コンテが、これクリエイターに対する月額の支援サービスですね。
ここの CEO がレックレスベンの動画に対する正式な削除要請を送ったブレックス&メニフィックスに向けてメッセージを送った。残念ながら我々はブレックス&メニフィックスを突っぱねて構わないという結論に達しました。ベンのページはそのまま維持します。つまり、現在ネットはね、このレックレスベンを様々なプラットフォームで支援しようとしているわけですが、そこのプラットフォームに対して、このブレックス&メニフィックス、圧力をかけているようで、彼に流入する資金、つまりお金が流れてしまうと、訴訟で叩かれてしまうんで、ここを止めようとしていると、このように言われています。ちなみに、こちら、この件に関連してね、GoFundMe、つまり寄付も募られているんですが、このページですね、一時削除されました。で、これはこれでね、また大炎上いたしまして、現在これ、復帰している状態なんですね。はい、ということで本日はですね、現在、ネットで大炎上を繰り返しております、レゴの販売チェーン、ブレックス&メニフィックス騒動について詳しく見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、現在ですね、ちょこちょこ出てきている、最新情報といいますか、進捗ですね。軽くここでね、お伝えしておきますが、まずね、このレゴのスターウォーズコレクションに関する20万ドルという価格、これ現在実際はね、10万ドルくらいなんじゃないかと。こんな査定価格なんかも出ているんですね。で、ネットにはね、このベンジャミンの信用を、毀損しようとする人々もね、結構いるんですが、そういう人がこれを利用して、あいつは嘘つきだと。20万ドルの価値なんかないじゃないか。こんなキャンペーンをね、してたりもしますが、実際ね、様々な弁護士も言っておりますが、正直ね、それ関係ないんじゃないかっていう話ですね。つまりそもそもね、査定額というのは上下しますし、もともと10万ドルから20万ドルの価値があると言われていたりもするので、幅があるわけですね。それを20万ドルと言ったところで、結局この騒動の本質も何が変わるのっていう話なので、ネットではね、これ実は10万ドルの価値しかないんだよ。こういったね、書き込みや記事見るかもしれませんが、今回の騒動においてはそれね、ほとんど意味がないと言われています。で、一応ですね、この店舗側は現在ね、その態度、若干軟化させておりまして、被害者とされているブライアン・マンセルに対しては、損害を保証すると、このように言っているようですね。もっと早くやっときゃいいんじゃないかなと思いますが、つまり現在は YouTuber にハラスメントをされたということで、この標的を変えているということですね。いやでもね、実際ね、彼の動画一通り見ましたが、もうここでね、ブライアンさんに対して全部保証しますと言ったら、全てが許されるのかって話だと思うんですね。いや、大企業だから、それ保証できるでしょ。ただこれまで散々ごねていて、あれだけの嘘を繰り返してね、最終的に返せば無罪方面になるんですか。ね。で、我々としてはもう綺麗さっぱりやったんで、あとはもう自分たちは被害者だから、YouTuber を訴えます。こんなのがまかり通るのかっていう話だと思うんで、だって、そもそもこのベンジャミンがいなければ、返却してないでしょ、絶対に。いや、だからここに来てね、この YouTuber を訴えるっていうのは、この企業のブランドイメージとしてもね、相当まずいんじゃないかなと思いますね。もともとね、20万ドルと言っておりましたが、この騒動でのブランドイメージの既存の方が、はるかに損害額が大きいんじゃないかと言われているようですね。で、これと同時にね、やはり今回暴かれた警察の腐敗ですよね。かなりね、この腐敗ぶりというのが露呈する結果になったなというように思いますよね。警察がこういった状態ですから、またね、どういう状況で逮捕されるかわからない。そもそも次逮捕されたら保釈されるかもわからないということで、このね、レクレスベン、現在ですね、メキシコへ逃亡し、抗議活動を続けています。But there's nothing they can do because I'm in Mexico.